ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、日本の安全保障政策の大きな変更点がありました。今回はそのことについて取り上げていきましょう。この問題を語るときには非常に重要な問題があります。それは、どの立場からこのことについて解説するかです。主な立ち位置は3つあります。まず第一に、防衛額について言えば、増額した方がいい、変わらない方がいい、減らした方がいい、この3つです。この3つというのは基本的には増額イコール防衛費の増強であり、変えないということは現状維持。そして予算を減らすということは防衛力を下げることにつながります。そして私の立ち位置は防衛力は増強した方がいい。だから防衛費についても増額した方がいいという考え方です。というわけなので私の基本スタンスから合わないという方はこの後の動画を見ても非常に不満がたまるでしょうからあまり見ない方が良いでしょう。それでは私以外の考え方はどのような立場なのかまず解説をしておきましょう。まず第一に防衛額は変えるべきではない、いわゆる現状維持をすべきだという考え方です。これらの人たちの考え方というのは今まではこれで大丈夫だったんだからこれからも変える必要がないという考え方です。この考え方には大きな情報の欠落があります。それは日本以外の国は昔から今も変わっていない。だから日本自身も変わる必要がないという考え方が根底にあります。しかしこれは大きな間違いです。なぜならば日本を取り巻く国々は基本的には軍拡基調にあり、特に中国の軍拡は目覚ましく、これを無視するのは全くの間違いです。ですから防衛額をずっと変更せずにいるということは基本的には軍事力の差が開くということであり、より危険な状況を招くこととなります。それでは次に防衛力を下げるべきだ、防衛費についても下げるべきだという考え方についてです。この立場を示しているのは中国共産党、日本共産党、ロシア、韓国、北朝鮮といったところです。彼らがなぜ日本は防衛費を下げて防衛力も下げるべきだと主張しているかといえば、日本の防衛力が上がることが非常に不都合な立場だからです。そのためには彼らは何だって言います。例えば過去のことを反省すれば日本は軍事力を持つべきではないといういわば非武装中立宣言などを求める場合などもあります。そこまでいかなかったとしても、日本が防衛費を上げるということは、それに伴って軍事国家日本としての姿が再建されてしまうかもしれない、そのような危険性を海外に意識させることそれ自体が間違っているというような主張などが行われます。しかし、これなども先ほどと同じように、じゃあ日本の周りの国々がどうしているかという点について言えば、日本は何十年と防衛費はずっと横ばいでした。変わらなかったのです。それに対して海外では防衛費がどんどんと増額されているというのですから、彼らの言葉を借りれば、より周りの国々に危険性を認識させているのは、日本ではなくあなたの国ですよという状態であり、決して非難されるいわれはないのです。というように、私のように防衛費は増額すべきだし、それに伴う防衛力の増強についても賛成だという考え方から、この動画は作成されています。防衛費は変えるべきではない、もしくは防衛費は下げるべきだという考え方の人にとっては、かなり苛立たしい内容だと思うので、このあたりで話を打ち切った方が良いでしょう。というわけで私のスタンスに基づく解説をこの後も続けていきます。まずは、日本の防衛政策その変更点について大まかなところを見ていきましょう。それでは安全保障政策の変更点について解説していきましょう。まとめを日経新聞がしていたのでこれをご紹介していきます。まず第一に反撃能力の獲得。戦後政策判断で持たずに来た反撃能力の保有を決定。アメリカ製トマホークなど長射程ミサイルを導入していきます。岸田首相はこの件に関して防衛費を増額するために具体的に何をするためなのかという話をしたときに戦闘機などを購入するためですという話をしました。その兵器を買いますよという中にあるのがミサイルの購入です。ただしここで注意しなければならないのは基本的には国産のミサイルを開発するまでのそのつなぎとして即戦力としてのトマホークミサイルを買うことであり、いつまでも永遠にトマホークミサイルを買い続けるというわけではありません。このことを言っておかないと、なんだ、防衛費を増額してアメリカ製の兵器を買い続ける。そのために私たちに増税をさせるのか、なんていうふうに受け止めることとなります。基本的にはあくまでも国産までのつなぎだということを覚えておいてください。ただし、その点について言えば、本当は国産の兵器なんか買うんじゃなくて、最後までずっとアメリカ製の兵器を買うんでしょうという不信を持つ方もおられます。その不信自体は
実際にどうなるかについては年数を見なければ証明できないので、その気持ち自体は別に否定はしません。ただし、現代の戦闘においては、ミサイル発射基地で固定台からミサイルが発射されるといったことよりも、大型トレーラーに乗せられたミサイルを撃ち込んでくるといったことが多いですから、トマホークミサイルだけで相手のミサイル攻撃を全て抑止することは不可能です。相手のミサイルを乗せたトレーラーが今どこにいるのか、そのリアルタイム情報を得るためには、より高度な情報収集能力が求められることとなります。このあたりもまだまだ整備が必要な分野です。次に防衛予算。こちらの方が今大きな話題となっている防衛増税につながる話です。日本の防衛予算はずっと横ばいできましたが、それだけではだんだんとお金が足りない状況が続いてきました。ですから、防衛予算を増やさなければ、まともな防衛力の整備はできるものではありません。というわけで防衛予算そのものを増やすことに私は賛成です。ただし、岸田政権はこの防衛予算を増やすことに関して、国債の発行は全く考えていないと国債発行を完全否定しました。これに伴って、じゃあどこからお金を持ってくるのか、そうした時に財務省が打ち出してきたのが増税すべしという考え方です。実際にはある程度の固有財産の放出であるとか、行財政改革などによってある程度のお金を捻出するんだとは言っていますが、それならそれで国債をドバドバと出して増え続けている社会保障費の削減に取り組むなど、根本的な問題に力を入れない限り、お金が足りないという問題それ自体を解決できるわけではありません。また私は増税には反対で、外貨準備高の方で生まれてくる利子配当収入といったものをもっと日本国内に戻すべきだということを訴えています。とはいえ、そのようなどのような財源を使うかという問題はあるものの、少なくとも予算そのものを増やそうという大方針を打ち出したことは、間違いなくこれは安全保障政策上前進しています。例えば安全保障は大事ですよと言い続けてきた安倍政権において、安倍総理は今の自衛隊には継戦能力がないという問題がある、そのようなことをはっきりと明言していました。しかし実際には予算の増額は非常に少ないものにとどまってきました。そういった意味ではGDP 比 2% を目指して防衛費を増やすという大方針を示せたことそれ自体は評価すべきことなのです。ただし予算の捻出に苦しんでいるというのも事実なのですから、経済成長をして税収をしっかりと増やして増税を伴わない形での防衛費増額を目指すべきだということは正当な批判としてあると思います。次に対中認識。新安全保障戦略で中国の動きを国際秩序への最大の挑戦と明記。現行の懸念から表現強める。中国が非常に今危険視されているということは多くの国民にとっても少しずつ認識が広がってきました。しかしまだまだ日本政府の中国に対する警戒は不十分だと言えます。特に日本企業に対する中国との関係上においてビジネスを拡大することは今後起こり得る台湾有事や第二次日中戦争といったことを考えたときに明らかに警告が少なすぎます。現在でもなお中国に新たに進出したり新たな投資をして中国ビジネスを拡大を図って、しかもそれが他の国々や他の地域に対する投資額よりも明らかに大きい、いわば中国に全てをかけているような日本企業などははっきり言って日本の未来にとっても非常にマイナスな行動だと言えます。カントリーリスクがどれだけ高いかといったことは日本政府自身がもっと日本企業に対して警告すべきことでしょう。一方、警戒している相手の中国は中国を念頭にして防衛費を増額すること、それ自体が日本政府が軍国主義への回帰であると批判をしています。軍拡をずっと続けてきた中国に日本政府を批判する権利などはないというのが私の考え方です。次に継戦能力。必要な弾薬部品を調達する方針に、脅威を直視しない基盤的防衛力構想の考え方から脱却。戦力としては実際に整備しているんだけれども、実際には国家間戦争などは起こり得ないだろうというどこか戦争を机上の空論扱いしてしまう時代はいよいよ終わりを告げています。実際に戦闘になれば、ウクライナの戦場を見ればわかるように、多大な戦費の出費とともに圧倒的に必要なのが武器弾薬の消耗に対する補充です。弾がなければ戦闘はできるわけではありませんから、今の日本はどうしてもカタログ上においては良い兵器が揃っていたとしても、それらの兵器が動き続けるだけの準備が整っているかといえばそうではありません。だからこそ部品が足りないのであれば部品をすべて補充した上で全ての兵器が動けるようにしたり、実際に半年、1年、2年と戦いが続いた時にも
武器弾薬が途切れないようにするそのための仕組み作りといったものにも取り組まなければなりません。最後に装備品移転。これは項目としては、兵器武器の輸出に関する仕組みの整備です。防衛装備品を輸出する条件を定めた3原則の見直しを明記、品目や相手国の拡大を想定。これは長い間大きな問題となっていた日本企業による兵器の製造は販売先が自衛隊だけに限られてしまうという問題を解決する話です。自衛隊だけが買うという場合において自衛隊の予算そのものも増えないわけですから、どうしても商売としては成り立ちにくいものです。しかも日本の自衛隊は海外から製品を買うことも多く、日本国内の企業に決して多くのお金が流れるわけではありません。限られた売り上げの中で次の兵器を開発するというのは非常に困難なことであり、ビジネスとしてまともに成り立つわけではありません。そういったこともあって、徐々に日本国内の兵器産業は衰退し、価格競争力もなく品質についても問題がある状態へと陥りつつあります。特に最先端の兵器であればあるほど開発にかかる期間やお金といったものも膨大ですから、日本国内の自衛隊向けだけではどうしても規模感がありません。日本の同盟国などに販売することを念頭にして共同開発に乗り出したり、日本で作ったものを海外へと販売する、そうした売上高と利益が上がって企業としても発展するような土台作りをすることが必要です。これらの安全保障政策様々な変更点があるわけですが、最後に言っておかなければならないことがあります。それは、どの分野について言ってもそうなのですが、財源はどうするのか、そのための財源が増税であっては国民生活を犠牲にする可能性があり、果たしてどこまで増税に踏み切ることができるのかという問題があります。そしてもう一つの問題は、お題目としては整えたとしても、じゃあそれが実際に行動に移れるのかという問題です。これまで歴代の政権は安全保障政策についても取り組むよということは一応言ってきましたが、実際にはなかなか実行には移してきませんでした。それが岸田政権になって果たしてタイトルだけつけたんだけれども、その中身がまともに動くかどうかという問題を抱えることとなります。この点については時間をかけて実行しているかを監視していく必要があります。それでは話を少し原点に戻して、なぜ日本は防衛費を増額し、防衛力を強化しなければならないのか、海外の状況を見てみましょう。そのために私が見るべきだと思っているのは予算の推移です。これは日本の防衛費と米中の国防費の推移を防衛省の資料をもとに読売新聞が作成したグラフです。日本の防衛費は基本的にはずっと横ばいでした。その間、アメリカも中国も右肩上がりで防衛費は増額をしてきました。アメリカの場合だと一旦減らした軍事予算がここに来てまた再び上がってきています。一方で中国はひたすら右肩上がりの増額を続けてきました。問題なのは一年一年のその差というものが結局のところ累積してどんどんと軍事力の差につながってくることとなります。少なくとも30年前、20年前の中国軍の姿を今でも引きずっている方はその認識を改めた方が良いでしょう。この20年間で中国軍の装備は明らかに更新が全て終わり、新規の開発した兵器がどんどんと実戦配備されている段階です。決して中国軍の装備が古臭くてもう時代遅れのものを使っているということを言っている人がいたら、それは知識の更新が止まっているんではないかと疑うべきところです。そしてこの軍事費の推移そのものこそが日本が防衛力を整えるべき時だということです。例えば中国の軍事費が日本と同様にずっと横ばいで日本と大して変わらないというのであれば大した脅威ではないと考えた方が良いです。なぜなら日本はアメリカとの軍事同盟がある以上、本来であればさほど海外の状況を気にしなくてもよかったはずなのです。そういったことを考えると、少なくとも1998年であるとか2000年代の中国の防衛費がずっと横ばいで日本と横並びであるならば、現在のような防衛費の増額しなければならないという議論そのものが成り立たなかったはずでしょう。しかし現実は全くそうではなく、中国はどんどんと軍拡を進めてきて装備品を更新してきて、その質と量が圧倒的に増えてきていることを見逃してはなりません。もしもあなたに対して防衛費を増額するなんて全く間違っているというような人がいたら、こうした中国の軍拡については必ず情報を遮断しにかかってくるでしょう。必ずのように日本単体の話にして日本が軍事費を増額させるなんてとんでもないという話をあなたにするはずです。物の見方として話を狭めれば狭めるほど
人は騙しやすくなってしまうのです。ですから全体の状況から見ても明らかのように、日本の周りとの関係で日本は増額を強いられているんだぐらいの感覚を持った方がいいです。さて、それでは中国の軍拡の勢いがどれほどなのか再認識しましょう。中国の2022年度の国防費は日本の4倍以上、約24兆6500億円。1992年度から30年間で約39倍になりました。最近10年間では約 2.2 倍になりました。しかもこれは非公表の軍事費が中国にはあり、公表されている軍事費以上に実際には多くあると考えた方が良いのです。ですから軍拡のペースは世界一なのです。中国の脅威が高まっていくということそれ自体は予算がどんどんと増えて軍事力が整備され、しかもその軍事力を背景にして外交圧力が高まっているよというのは実例としてすでに存在しているので、多くの人たちにとっても分かりやすい話でしょう。台湾有事などについて限定していても、台湾に対する軍事的な圧力は増やしていくという方針をしっかりと中国共産党は示していますし、習近平国家主席それ自身も、もしも台湾で独立運動のようなものが高まれば、それに伴って台湾に対する軍事的な武力行使についても、これを否定しないという考え方をはっきりと示しています。しかも日本に対して言っても、尖閣諸島周辺の問題として言えば、彼らはあそこはもう昔から中国領であり、その昔からの領土に対して日本がちょっかいをかけているという言われのない批判を日本側が受けています。このような主張が強まっているのは、そもそも中国が軍事力を背景とした外交を行っているからであり、日本に強く当たったとしても、自分たちの力の方が強くなっているぞという自負心がどんどんと高まっている証拠だと言えます。そして日本にとっての脅威は別に中国だけではありません。北朝鮮やロシアについても同様に危険性が増しています。北朝鮮とロシアの一つの共通点は核戦力についてです。核兵器というのはもはや使われない兵器だという人がいますが、これははっきり言えば間違いです。核兵器はむしろ開発が進めば進むほど使うことを前提にして開発が進められるものであり、決して置物として開発されているわけではありません。もちろん使わなければそれで済むのを言うわけですが、しかしいざとなれば使うことをためらわないでしょう。特に北朝鮮のような独裁者やもしくはプーチン大統領のような権力にすがりつく人にしてみれば、北朝鮮について言えば自分たちの国というよりも自分たちの一族が生き残るために国家が存在するのであり、そのために国民がどうなろうと関係なく、とにかく核兵器を保有して他国から攻め入れられないようにするために核兵器を開発し続けています。ですから北朝鮮に対する脅威が高まったなとなって、もしも自分たち一族が滅ぼされるかもしれないとなれば、彼ら自身は核兵器を使うことに何のためらいもないでしょう。そういった意味での危険性があります。そしてロシアについて言えば全く違う理由で核兵器を充実させてきています。まず第一に、ロシアはソ連の後継国家として見られているわけですが、ソ連時代にアメリカとの協調関係を結び、核兵器については削減していく条約を結び、実際に核兵器を減らしてきました。しかし現在のロシアとアメリカとの間にこの信頼関係はもはやありません。核兵器の軍縮条約については無効化されています。そのため現在のロシアが進めているのは、核兵器をもっと使いやすくする兵器開発です。ソ連時代に開発が進められていた核兵器は、アメリカそのものを吹っ飛ばしてしまうという大出力の核兵器を大陸間弾道弾に乗せてばらまこうという基本戦術です。アメリカだけではなくヨーロッパなど敵対陣営そのものを粉砕しようという計画だったわけですが、これだとあまりにも威力が強力すぎて、一度始めてしまえば報復攻撃によってソ連自体も主要都市全てが核兵器による反撃を受けてしまいます。現在のロシアが目指しているのはそうした相手を殲滅することを狙った核兵器ではなくて、あくまでも通常兵器の延長線上にあるような出力を抑えた戦術核の開発です。私たち日本人から見れば、出力が高かろうと低かろうとどちらにしても核兵器なわけですが、ロシアはそうは見てはいません。出力を抑えた核兵器であれば、一つの町や二つの町ぐらいを潰せる程度だといったような安直な考え方で核兵器の開発を進めています。これなどはスターリン時代からの一つの伝統的な考え方で、人命被害など別に大したことではないと考える、そのような悪い伝統だと言えます。実際プーチン大統領は現在行われている
ウクライナに対する侵略においても、何度となく核兵器の使用についてちらつかせる行動を続けて、アメリカをはじめとした NATO 諸国に対する牽制を行っています。このような核兵器による恫喝というのは残念ながら成功していて、アメリカをはじめとした NATO 諸国は核兵器の打ち合いを発展しないようにするために、ロシアに気を使ってウクライナ支援に対しては、戦車や戦闘機といった主力兵器は渡さないというレベルに抑えています。このような成功体験は残念ながら今後もロシアに核兵器を持ってこれを恫喝の道具とすれば有効だという考え方を根強く持たせてしまうことでしょう。そしてそのような成功事例は他の国から見ても悪用されてしまうものです。ロシアがそのようにして核兵器を使った脅しに成功しているというのを見れば、中国だって同じようなことをするでしょう。特に中国の場合も20世紀に開発した大出力の核兵器から現在ではより使いやすいような出力を抑えた戦術核の開発を進めていると言われています。そのような戦術核でどのような脅しをかけるかといえば、もしも台湾有事が発生した場合において、台湾に軍事支援をするような国は、核兵器の標的になるぞといったような脅しをかけるだけでも、軍事支援を途絶えさせるような外交成果を得られてしまうかもしれないのです。ちょっと話が日本の防衛から少し逸れてしまったので、もう一度話を引き戻しましょう。防衛力の増加が大きな目標だよという話をしましたが、実質的にはこれにも問題があります。まず第一に、防衛力を増強させるといって、様々な兵器を海外から輸入したとしても、そのお金は非常に効率の悪いものです。ですからお金の使いどころとしては、国産装備品をいかにして開発し、日本で必要なものをいつでも作れるか、そういった能力を持つことが非常に重要です。トマホークミサイルにしても、戦闘機の F35 にしても、基本的にはお金が海外に流れ出るものであり、そのようなお金はいつまでも続けるべきではありません。主力戦闘機について言えば、イギリスやイタリアとの共同開発計画が進んでいるので、そこで作られる戦闘機をいずれは本当に日本の主力戦闘機としてアメリカから戦闘機を買わないで済むようにするというのを一つ目標とすべきでしょう。またそれと同じようにしてミサイルについていても自国の開発品といったものをどんどんと配備していくべきでしょうし、これからの時代必要なドローンのような無人兵器の開発についていっても海外から買うのではなくなんとか自国で生産開発し、そのための研究費用のその原資として海外にある程度物を売るということもまた必要だと私は思っています。そしてそのようなお金をどんどんと増やしていくことに関して批判の声があります。例えば日本と中国の予算の額を比べれば、たとえ今から2倍に増やしたとしても、それでも毎年10兆円以上日本と中国との間には予算の違いがあり、たとえ増やしたとしても中国に勝てるわけではないんだから、額そのものを増やすなんて無駄なことはするなみたいな話です。しかしこれには大きな問題があります。まず第一に戦力を増強する目的が一体何かといえば、その目標というのは自分の国は自分で守る、そのための最低限の戦力を保持することが目的であって、決して他の国と戦争して他の国を負けさせて日本が大勝利するんだという目標を持っているわけではありません。いわば他の国から支援を受けたり、もしくは友軍が到着するまでの自分たちの身を守るための戦力を持つことが目的であって、決して他の国々を任してやろうみたいな性格の防衛力増強ではないのです。この部分が分かっていないと、額を増やしたところで全然意味がないよという、そうした存在しない目標に対する批判といった変な形になってしまうのです。しかしこのような間違った批判というのはいくらでもおそらくあなた自身の耳にも入ってくることでしょう。例えば中国が日本を攻撃するなんてありえない。なぜならば日本は資源国家ではないんだから奪いたいものなんて全然中国にはないんだよみたいなことを言う人がいます。これなども全く間違った目標設定だと言えます。例えば戦争する理由というのは別に資源だけが目的ではありません。例えば中国の習近平国家主席が台湾に対する軍事力行使を全くためらわないぞといった話をしているのは、そもそも台湾に資源があるからではなく、台湾が中国のものだという、はっきり言えば執着とも言えるものであって、決して資源があるかないかの話をしているわけではありません。同じようにしてロシアがウクライナ侵略をしたのも、ロシアにないものがウクライナにたっぷりあるみたいな話をしているわけではありません。ロシアの方が圧倒的にエネルギー資源や鉱物資源などが豊富であり、そうした意味ではウクライナには豊かな土壌はあるものの、決してそのような資源大国ではないのです。
戦争の理由というのは様々なものがあって、それらの中には全く日本に当てはまらないものがたくさんあります。さて、つれづれとこうした安全保障政策の話についてしてきましたが、もう一つ視点を変えていきましょう。防衛予算を増やすだけで問題が解決するかといえばそういったわけではありません。なぜならば日本国内においてはすでに大きな問題が発生し進展しています。それは少子化問題です。日本の少子化問題の何が問題かといえば、非常に急激に進んでいるということです。緩やかに進んでいくのであれば、それは社会も適応できるものであり、さほど大きな問題ではありません。しかし、1年間で地方の一つの県ぐらいの勢いで人口がどんどんと減少しており、子供の生まれる数について言っても、明らかに社会構造そのものに悪影響を与えるほどの少子化が進んでいます。少子化問題にもっともっと大きなお金をかけて、人口が急激に減りすぎるという問題を緩やかに減るぐらいまでなんとか持ち直さなければなりません。そうした意味では防衛予算にこれだけの勢いで一気にお金をかけるんだよと宣言できるぐらいであるならば、同じぐらいの勢いかそれ以上の勢いで少子化対策にお金をつぎ込めますというような大きな方針を示すべきなのです。そうしなければ海外からの圧力によって負けるかもしれない、それに対応するための防衛力を増強させますよという話をしている以上に内部崩壊が進んで日本がボロボロになってしまうのです。ですから外からの圧力に対抗するための防衛予算の増額とともに日本内での自戒をなんとか食い止めるための少子化対策というのはどうしても必要なのです。この2つの柱をしっかりと立てなければ日本の将来はどんどんと危険が増していくこととなります。ですから防衛予算の増額といった話はそもそも論として増税を伴わない形でなんとか話をまとめる必要がありますし、その一方において少子化対策にもお金を出さなければならない。むしろそちらの方がもっと未来に対する投資であり、そのための国債発行についても認められるべきでしょう。国債というのは確かにその時における借金なわけですが、その出したお金が確実に日本国内を巡ってちゃんと社会へと循環していくのであれば、それは決して悪い話ではありません。今回安全保障政策の見直しが進められたこと、それ自体は評価すべきことです。しかしそこに増税という国民負担が増すのは、そこにはもっと知恵を絞るべきであり、そのことが結局は防衛予算増額について反対の意見を述べる人が増えてしまうという大きな問題点を抱えています。そして外なる敵に対応するための政策だけではなく、日本自身がどんどんと崩れていってしまう少子化問題に対する対応も今回増税を打ち出したぐらいの覚悟を決めて取り組むべきだと私は思います。といったわけで今回の動画は日本の安全保障政策の変更点がありました。この変更点それ自体は評価すべきものですが、同時に問題点もいくつか抱えており、しかも日本の全体のことを考えると決して防衛予算の増額だけで日本の未来は守れるわけではありません。外への対応も大切ですし、それと同時に進行しているすでに少子化問題も同じぐらいの覚悟を持って予算をつけて政策を推進していかなければ、防衛力を維持することもまた困難になってくるのです。考えることが非常に多い問題なわけですが、あなたは今回の話を聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。一体どれだけの人がこの動画を最後まで見ることができたのかは少し疑問ですが、私の話を聞いてまたあなたの考え方を少し整理するのに少しでも役に立てればと思いました。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。